家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をやっている西川です。今日は秋冬野菜の成功率を上げる資材についてご紹介していきたいと思います。秋冬野菜のポイントとしては土作りや苗作り、この2点が重要なポイントです。もちろん他にもいろいろとありますが、まず8月には2つ便利な機材があります。これの使い方とポイントを今回はご紹介していきます。最後に質問にもお答えしたいと思いますので、ぜひご覧になってください。では行ってみましょう。簡単に秋冬野菜へのスケジュールについてご紹介していきます。8月中旬になりますと、秋冬野菜の土作りが本格化します。だいたい 2,3 週間かけて準備をしていきます。野菜は何といっても土作りが成功の鍵です。土作りの失敗は後々響きますので、十分に注意してください。もう一つが苗作りです。白菜などの苗作りは8月中旬以降開始します。苗作りは少し難易度が高いように思いますが、いい野菜は苗半作と言いますので、いかにいい苗ができるかがポイントになります。またこの時期ですと玉ねぎの苗、これらも始まりますので、苗作りのポイントはぜひ押さえていただきたいと思います。では何点かポイントをご紹介します。それでは土作りのポイントからご紹介していきます。皆さん土作りで気になる点として pH もしくは肥料が過多なのか肥料が少ないのか、これらが非常に気になると思いますが、実際に知る方法がなければ大変困ってしまうと思います。それで土作りの前に土壌の状態をチェックする機材をご紹介します。こちらの2つです。こちらは pH を測る土壌の酸度計、こちらは土壌の電気伝導度を測る EC 計と呼ばれています。このどちらも精度はかなり高いんですが、そんなに値段の張るものではないので、皆さん一組揃えられたらいいかなと思います。今通販で約2,000円ぐらいでこの2つが購入できると思いますので、興味のある方はぜひ通販のサイトなども見てください。また概要欄にも載せておきます。実際の測定には少しの手間がかかります。これとは別に簡便な pH 計というのがあります。これは土に差し込んで pH を測るものなんですが、これの場合差し込む位置によって測定値が全然変わってしまうとか、少し測定精度がうまく出ませんので、手間はかかりますが、こちらの測定器を使われるのがいいと思います。実際の手順ですが、畑の土を約 10g、 これはだいたい表土から10センチぐらい深いところの土を取っていただいて、まずふるいにかけていただく、それから天日に乾かせていただくということで、そういうふうに準備できた土に精製水を混ぜてよく攪拌していただく。攪拌が終わったら少し時間を置いて上澄み液ができますので、その上澄み液にこの測定器を挿入してデータを読むというような形になります。一般的な野菜推奨される pH 値はだいたい6から 6.5 ということになります。弱酸性の土です。これを下回るような pH5.5 とかいうような土壌の状態ですと、土作りの際に何が必要かというと、苦土石灰を少し早めに入れて pH 値を上げるということが必要になります。逆に pH が高すぎると生育に影響が出る野菜もありますので、その場合はピートモスとかいうような資材で少し pH を下げるというようなことができます。いずれにしてもこの測定器があれば、どのぐらいの pH 値かというのが簡便に測れますので、試してみてください。pH を測った後、同じ上澄み液にこの EC 計というのを浸します。すると EC が電気伝導度なんですが表示されます。通常 0.6 から1ぐらいの範囲であれば適切な EC 値にありますので、肥料についてはその土地に合った適正量を施肥されたらいいと思います。逆に EC 値が1を超える場合、標準の施肥量を半分ぐらいにしていただいた方が肥料過多になる可能性が少ないので、この点を覚えておいていただきたいと思います。測定にはそんなに時間のかかるものではありませんので、ぜひこれを揃えて自分の畑の土を管理していただけたらいいと思います。このように乾燥させてふるいにかけた土を約 10g 取っていきます。はい、約 10g の土を取りました。そちらに精製水 50cc を入れていきます。これで約 50cc の精製水が入りました。
次にこれを十分攪拌します。攪拌が終わったら少し休ませて上澄みにしてください。それでは測定していきます。まずは pH から。pH 計が表示が安定するまでは約30秒から1分程度かかります。ですので少し待っていただく必要があります。pH の測定値は 7.2 ということで少し高めの pH が出ています。この土壌では少しピートモスなどの資材をすき込んで酸性に持っていくことが必要だと思います。逆に結果が6を切るようであれば駆動石灰などを混ぜて少しアルカリ性に持っていく方法を取らなければいけませんので、このような形で測定してください。次に同じ測定液で電気伝導度を測ります。こちらの方は時間がかかりませんので、今出ている4マイクロジーメンスということでかなり低い値です。この値ですと肥料はほぼ規定値ないしは規定値の 1.5 倍程度必要かと思います。このように土壌の内容が判断できますので、この2つの測定器を揃えていただくと土壌の判断が簡単にできるようになります。値段的にそんな高いものでもないので、ぜひ1組揃えていただきたいと思います。続いて苗の育苗です。苗を今セルトレーで育苗しています。セルトレーの場合必ず毎日水やりが必要です。1日忘れますと苗が枯れてしまうというようなことにもなりますので、水やりが重要なポイントになります。今日ご紹介したいのは自動換水装置タイマーと、それからこのようなノズル類を組み合わせてセットにして販売されている自動換水タイマーというのがあります。これを仮設置して調整中の段階ですが、少しご覧に入れたいと思います。タイマーが入って水道の栓が開きますとノズルから水が散水されます。水の量はノズルの開き具合で調整もできますので、あとは向き等の調整が必要になりますので、これを完了すると全く水やりの手間が省けるということになります。タイマーは1分から99分までの時間設定ができますので、簡単に必要な給水量を決めることができますから、水やりの自動化ができると思いますので、ベランダ菜園なんかでも使いやすいかと思います。このようなタイマーで水道に直接つけて、この中に電磁バルブが入っています。このように電池2本で行われています。16プログラムあって、例えば月曜日は朝と夕方、火曜日はなし、水曜日は朝だけ、木曜日は夕方だけというような選び方ができます。設定はすべてここのボタンで液晶画面を見ながら行いますので、簡単にプログラムができます。このような形でプログラムが完了し、散水のノズルのところにつないでおけば、いつでも決められた時間、決められたタイミングで散水を行うことができます。一つのポイントとしては、雨が降って散水の必要もないのにやはり散水はしてしまいます。それは仕方がないことで、実際の降雨センサーなどはついていませんので、それは仕方なく全てどんな天候でも散水するということになってしまいますが、育苗の設置場所の方で考慮していただきたいと思います。何よりもいいのは、水やりのために必ず朝いなければいけないということがなくなりますので、他にいろんな用事があって家を外す時でも換水は確実に行われるので、非常に便利な装置だと思います。このタイマー、バルブ付きのタイマーと散水のノズルがセットになって約4000円ぐらいで通販で買えますので、これも一つ備えておきたいアイテムかと思います。苗作りがうまくいけば冬野菜の成功率も上がりますので、ぜひやってみてください。秋冬野菜の土作りを開始すると思うんですが、土壌の状態がわからないと対策が的外れになる可能性もあります。自動換水の装置を使えば成功率が高まると思いますので、ぜひ使ってみてください。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクを載せておきます。それでは質問にご回答していきます。こちらの質問コーナーの動画にコメントをいただきました。ご近所さんからいただいた畑が雑草がたくさん生えて虫もきっと多いと思うので、石灰窒素を使おうと思います。ですが来年その畑でじゃがいもさつまいもを育てようと思うので、残ってしまう窒素分が気になります。もみ殻がいいかと聞いたのですが、分解も遅いので窒素も減らない、何を入れるのがベストでしょうか、というご質問です。私が推奨しますのは、今生えている雑草を刈り取ってその雑草を全てすき込むということがいいのではないでしょうか。自然の堆肥になってくれますので、
ある程度の窒素分は堆肥から供給されます。来年じゃがいもさつまいもを育てられるということなので、おっしゃるように窒素過多の場合つるぼけをしてしまったりいい結果にはつながらないと思いますので、雑草をすき込んで自然の堆肥を作るというのがベストな解決方法ではないでしょうか。一度試してみてください。今日は秋冬野菜の成功率を上げる機材についてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。